神奈川県横須賀市のおっぱま東1丁目に来ております。横須賀ダンジョンです。周りを小高い丘に囲まれたくの地の住宅地ですけれども、周辺には土台の高い斜面に沿った住宅などがたくさんありますね。向こうの方には斜面に沿って作られた大きいマンションなどもありますが、今日はこちらではなくて、おっぱま東1丁目から丘を越えた先にある深浦湾ですね。深浦湾に面した斜面の方を歩いてみようと思います。こちら側にも結構マンションたくさんありますけどね、斜面に沿って細い路地がたくさん、通っております。おっぱま東1丁目から丘を越えた先にある浦郷町の3丁目、そこからまた谷を越え丘を越えて、おっぱま東2丁目まで戻ってくるような格好で歩いてみようと思います。この辺りの斜面、かなりいろんな建物がたくさん建てられている古くからの路地になりますので、まずは先ほどの谷底から歩いていきましょう。よいしょと。はい。この辺りはかなり周辺を高い丘に囲まれています。おっぱま東1丁目、結構住宅たくさんありますけれども、正面の斜面とかはコンクリートで補強されていないむき出しの岩肌がそのまんまになっていますね。なかなか面白い、珍しい感じがします。正面にある細長いトンネルは筒井隧道だったかな。かなり細長い作りをしていますね。トンネルの上にもたくさん住宅が建てられていますが、こちらの脇に入った階段からトンネルの上に続く道まで、上がっていくことができますので、この辺も結構岩肌がそのまんまですね。こちらの階段を上がっていこうと思います。細い階段ですけれども、階段周辺にも住宅がポツポツと作られていますね。斜面のちょっとした平地というかな、ちょっとしたスペースを住宅地として活用されている、昔からの住宅地なんだと思います、この辺り。はい、で、上の坂道まで上がってくると向こうのマンションがよく見えますね。はい。で、こちら側、古くからの住宅地を歩いてみようと思いますが、あちら側の反対側の斜面のマンションが作られたのが80年代以降だと思います。一番新しいので2000年代に入ってからのマンションもあったかと思いますが、昔は、こちらの丘に住んでいる方、反対側の山に夕日が沈むような格好だったんでしょうね。今はマンションの向こうに夕日が沈むような景観になっておりますね。はい。で、ここから先は階段で、車が入れない仕様になっていますが、この正面のお宅、空き家かな？なんか微妙に斜面の方に傾いて見えるのは気のせいでしょうかね。はい。で、こちらの階段を登って、この辺も結構岩肌がそのまんまですね。ちょっと鉄板とかで崖崩れを警戒して、壁が作られているのかな、この右手側。で、こちら右手側に行くと山道になりますね。で、左手側に行くと尾根伝いの細い道がずっと続いております。で、この辺に庚申塔があったかな。この右手ですかね。はい。古そうな庚申塔が建てられていますが、お不動産だったかな。何かの像が刻まれていましたね。で、峠道がずっと細い道が続いています。かなり細いですね、この辺りの峠道。細い道の左右にちょっとした平地に住宅がこまめに建てられているような感じです。右手側、住宅が途切れたかなと思ったらかなり急な斜面になっていますね、右手側。この斜面の下がまた、広いちょっとした平地の住宅地になっていて、その先が海になっているかと思います。左手側にはお地蔵さんでしょうかね。なかなか夕日とマッチしていいですね。夕暮れの峠道のお地蔵さん、なかなかいいものですけれども、こちらの坂道は上りがたくさん建てられていますが、上りには11面観音と書いてありますね。
坂中山11面観音でしょうかね。登った先には古そうなお堂が建てられておりますな。はい。お堂も古そうですが、隣り合って建てられてる左手民家ですかね。民家とお堂が隣り合って並んでおりますけれども、正面にはちょっと新しめの灯籠なんかもありますね。灯籠と正面は恵比寿さんかな、ちょっと新しめの像なんかもありましたが、お堂の正面には第32番礼拝観音寺という風に書かれておりますね。なかなか立派な感じの板垣があります。立派な板垣がありますけれども、お寺の正しい参道はこちらかな。こちらに階段がありますので、こちらが多分正しい参道でしょうかね。かなり急な階段が設けられていて、で、正面もまたかなり急な斜面ですね。斜面の下が住宅地になっているかと思いますが、今これを撮影しているのが3月の終わり頃なんですけれども、もう少し暖かくなって夏ぐらいになるとこの辺の斜面の草ですとかね、木々がもう少し緑が活気づくかと思うんですけれども、今ちょっとおとなしい感じですかね。左手側はお寺の敷地だと思います。右手側が斜面、でその間を細い道がずっと続いております。向こうの方には海がちらっと見えてきましたかね。この道をまっすぐ行くと多分深浦湾の港の方まで続いているかと思いますが、今日は左手側の細い道を下って、谷の底の方まで降りていこうかと思います。こちら左手ですね。農作業されている方がいますな。左右は畑ですね。この細い道、コンクリートで整備はされていますが、階段じゃなくてずっと坂道なんですね。それもなかなかちょっと珍しいですな。坂道がずっと細い道が続いております。左手側は住宅ありますけど、右手も、かなり草が生えてますけど、もともとは住宅だったのかな、畑だったんでしょうかね。広い空き地になっていますね。左手側の斜面は結構あれですね、コンクリートで整備をされないむき出しの岩が多いですね。この辺り細い道がずっと続いてますが、右手側は空き地か。ちょっとずつ住宅もありますけれども、なんでしょうね、昔畑だった場所が今使われずに荒れ地になっていたりするんでしょうかね。結構草の生えた空き地が目立つかなという気がしましたが、下の方まで降りてくると住宅が増えてきますね。左手側はなんか土留めの鉄骨とコンクリート板がなんか置きっぱなしになっていましたが、なんか工事中でしょうかね。はい。で、だいぶ下の方まで降りてくると綺麗なお宅が多いですね。新しいといっても昭和なお宅が結構、見受けられるようになってきましたね。正面には海もちらっと見えております。この先深浦湾の工場地帯とかもちらっと見えているのかな。はい。で、ちょっと広い道に出てきましたね。この坂を登るとルネオッパマという新しいマンションがあったかと思います。で、ここの階段を下ると港まで行けるかと思います。猫ちゃんがすごいこっちを見ておりますな。ちょっと撫でたいけど今日はこちらの道へ進みましょう。細い道がまだずっと続いてますね。この辺りも戦前からある住宅地だと思います。多分戦前からこんな感じで、坂道と細い路地で構成された住宅地だと思いますけれども、昔は多分石段とかだったんでしょうね。それが徐々にコンクリートとかで整備されて、
こういうエッシャーの絵みたいになってきたんじゃないのかなという気がしますけれども、かなり階段が入り組んでいますね。階段が交錯をしておりますが、こっちの道ちょっと平らになってますね。行ってみましょうか。上の方には先ほどのルネ・オッパモの建物がちょっとだけ見えましたかな。左手の石垣はかなり古そうですね。なかなかかっこいいですな、この辺。細い路地が続いていますが、この辺の斜面は海に面しているんでしょうね、おそらく。多分右手側が海なので、海に面した斜面で日当たりとかも良さそうですね。左手側には畑のスペースとかもあるので、多分植物がよく育つんじゃないのかなという気がします。ただ正面、これは個人宅の階段になって行き止まりですね、ここは。この先は先に、農地かな。でも個人宅ですね。先には進めないようです。向こうの方には港というかな、ポートですね。湾が綺麗に見えておりますが、いいですね。なかなかいい眺めだな。左手の階段は個人宅に下っていく階段なので進めないようですね。右手側には先ほどのオッパマのマンションが、山の上のマンションが見えておりますが、この辺、畑とかもあるんで、農業をやったり漁をしたりという方が昔は住んでいらしたんでしょうかね。昔の地図を見ると今ルネ・オッパマのマンションがある辺りまでずっと住宅地が続いていて、さらにその上の方、山頂の方には畑もあるというような、感じだったんですけれども、多分、山頂のマンションを整備するにあたってかなり区画整理がされたんじゃないでしょうかね、この辺り。ただマンションの麓はかなり昭和な感じを残した古くからの路地という感じがしますね。はい、先ほどのところまで戻ってきましたので、ここからさらに谷の底の方まで下っていきましょう。階段が入り組んでいますが、住宅はかなり古そうで立派なお宅が多いですね。ところどころ空き地があるのは、もともと農地だったけど今使われてない場所とかが結構あるんでしょうかね。結構な空き地もあったりしますが、右手側とかは、そうですね。はい。左手の石垣がかなり立派ですな。かなり高い黒い石垣の上に白いブロック塀が乗っかってるのもなんかちょっとおしゃれですね。なかなか立派な石垣でございますが、ここを右に曲がると多分この先が海ですね。もうほぼほぼあと数分歩けば船着きとは言わないのかな、ちょっとボートとかが並んでたりする港だと思いますけれども、ここまっすぐ行くと海だと思いますね。平地まで降りてくるとかなり住宅たくさん建てられてますね。今日のところはこっちを左へ曲がってみましょうかね。こちら側かなり平地になっておりますが、車もたくさんありますね。この辺住宅も建て替えられたりしていて、かなり活気のある住宅地ですね。この先に、この辺なんか昔軍の施設があったってどなたかコメントで教えてくれましたね。そういえばこの先には何だったかな、工場地帯があったかと思いますけれども、その手前あたりには、戦時中は軍の施設があったりしたそうです。昔からの住宅地という感じなんですね。この先にある、お寿司屋さんかな、なんか最近までやってたけど潰れちゃったっていうのをどなたかコメントで教えてくれましたね。そういえば昔からのいいお店がなくなるのは切ないですな。一度入ってみたかったんですけどね、あそこのお寿司屋さんもなかなか古いお店が多いエリアですね。この辺右手は板金屋さんかな、なかなかこれも最近では見ないですけどね。この辺りは古くからの、でも左手側には新しめのアパートとかが建っていたりして、ただ結構この辺り下ってくるとお墓が多かったりするんですよね。右手側もお墓ですよね、確か。こ
ちらもかなり斜面の上の方までずらっと墓石が並んでいる畑、あれじゃない、お墓だったりするので、昔から人がたくさん住んでいた場所なんだろうなという気がしますが、ただこの辺りは戦時中の写真を見ると更地になっていて、何かの工場を作る予定だったのか何なのか。この神社のある場所も昔は更地だったと思うんですけどね、戦後に建てられたのかな、この神社は。かなりね、ただ急な斜面のふもとに作られていますね。左右高い丘に囲まれた細い谷底に車道が作られていますが、この辺り谷間を縫うようにして、車道が通っておりますが、こちら左手に行くと、先ほどのルネオッパマのふもとまで、足元まで行ける細い道になっていたかと思いますので、ちょっと行ってみましょう。ただちょっと今向かいから人が歩いてきたので、カメラを外して脇に避けております。人が引き返してしまったのでいいや、ちょっと今日はこちらの道はやめておきましょう。元来た道へ戻ります。ではこちらの谷底の道を進んで丘の上まで行こうかと思いますけれども、正面には高い丘の上に、鉄塔が建てられていますね。ポツンと1個だけ鉄塔が立ってるの、なんかちょっとかっこいいですな。かなり相当左右の丘が切り立った斜面になっていますね。斜面の上に鉄塔が建てられています。でこの正面が深浦トンネルだったかな。なんか右側の擁壁もちょっとかっこいいですけどね。正面の深浦トンネル、住宅地の下を通るトンネルですけれども、こちらを通らずにその脇に丘の上まで続く階段がありますので、こちらの階段を通って、ルネオッパマのマンションがある高さの高台まで上がっていきましょう。この階段沿いの石垣もかなり古そうですね。右側の深浦隧道、作られたのは明治時代ということですが、今の形になったのは1970年代になってからということですので、このトンネル沿いの階段もおそらく昔から人が通っていた道なんでしょうね。上のマンションですとか住宅地が整備された関係で、ちょっと階段などが再整備をされたかと思いますが、道自体は昔からあったかと思います。この辺の斜面のコンクリート板で補強されている感じとかだいぶ新しそうですね。改めて、今まで通ってきた谷底の街を上から眺めると結構古めかしい感じがしますね。でこちらの階段を上って、最近作られたマンションのある山頂、丘の上まで上がっていきましょう。上がった先は公園になっていますかね。ちょっと開けた感じの公園になっているようです。ちょうどこの正面に夕日が落ちてるところですね。もうすぐ日没という感じですが、はい、丘の上まで上がってきました。ちょっとした公園になっていますね。はい、正面には先ほど下から見上げた鉄塔があります。鉄塔の足元にはトンネルがありますね。トンネルの上まで来たはずなのに、その上にもさらにトンネルがあるというのは横須賀らしい風景ですな。この辺り一帯は向こうのトンネル、結構向こうのトンネルの方が下のトンネルよりも道幅が広いですね。この辺り一帯マンションが作られるにあたってかなりいい区画整理がされたんだと思います。こちらのマンションですね。それ以前はずっと山だったということです。数軒の民家はあったけれども、ほとんど山だったようですね。で、この階段から鉄塔のあるもう一段高い道まで上がれますので、
黒猫さんのトラックが止まっておりますが、こちらの階段を上ってもう一段上まで上がっていきましょう。いいっすな、下から見る鉄塔はいいですな。まあただこの鉄塔自体は昔からおそらく少なくとも1960年代にはすでにこの鉄塔があったはずですので、以前は山の中にポツンとある鉄塔だったんでしょうな。まあ向こうにこの鉄塔、隣の鉄塔も見えますけれども、以前は山の中にある鉄塔がマンションが整備された関係でこういった形で、周りの木が払われてコンクリートで固まれて囲われてこういった形になっているんだと思います。鉄塔の麓まで続く階段も右手側設けられてはいますけれども、この階段は多分入れませんね。フェンスの向こうに行かないと登れない階段なのでここまででしょうかね。で、すぐ反対側の谷の向こう側が見渡せますね。向こう側がおっぱま東の3丁目の方かな。この右手側の道をまっすぐ行くと美味しいコーヒー屋さんがありますけどね。今日のところはこちらを左手に折れて、谷の下の方に向かいましょう。向こうの夕日が綺麗ですな。どれだけこの映像で伝わってるかわからないですけど、なかなか夕日が綺麗ですね。右手側には新しい、住宅地、おそらく建て売りの住宅地だと思いますけれども、同じ屋根の家がずらーっと向こうの方まで並んでますね。何棟ぐらいあるんだろうな。かなりたくさん同じ屋根が並んでいますな。なかなかこういう住宅地珍しいですね、横須賀市内で。でその隣にある、アパートですね。こちらは80年代ぐらいのアパートでしょうかね。ちょっと古めかしい感じがしますけれども、おっとちょっとピントが合わない。だいぶ夕暮れ時で暗くなってきたので、ちょっとピントがあったり合わなかったりですけどね。さらに先へ進んでいきましょう。こちら右手側からも谷の底まで行けますけれども、今日はこちら通っていきましょうかね。こちら側の道、この辺までは車が入ってこれるようですが、途中からは徒歩でしか行けない細い道になりますね。正面に車が止まっているその向こう側からは、徒歩専用になっております。この辺りも多分古いんですよね。居住地域、エリアとしては多分明治ぐらいから人が住んでいるんじゃないのかなという気がします。かなり立派な木が生えてますね、こちらで。この車と木の間を抜けると階段でしか行けない細い道ですね。細い道で、麓の民家などが木の間から見えておりますかね。正面には浦郷小学校が見えているのかな。向こうの方、麓にはで、浦郷小学校などが木の間から見えておりました。この辺りの道はもう徒歩専用ですね。自転車を押して上がるのも難しいかもしれません。かなり草が生えて細い道になってます。階段も細いですな。ただ正面にはおっぱまの街が綺麗に見えますね。夕日に照らされたおっぱまが綺麗に見えておりますが、で、今谷の先ほどとは反対側の斜面を降りているところですね。この辺はおしゃれなというにはちょっとあれですけどね、綺麗な平屋のお宅が多いですね。で、麓の町が見渡せる。まだ結構高いですね。かなり階段を降りてきたと思うんですけれども、まだまだ結構高い場所にいます。家の土台がかなり高いですね。隣り合う家同士がかなり段々が高くなっていますので、もう2、3段下らないとそこまでつかないか。で、遠くの、方にはおっぱまの町が見えておりますが、
こちらは正面は個人宅用ですね。こちらも下っていきましょう。まだまだ階段長いですね。この辺結構高いですけど、あんまり手すりとかないんで、ちょっと注意が必要ですかな。正面遠くの方には赤い看板が見えてますけれども、あれは横須賀駅前のスーパー、デパートかな、スーパーかな、赤い看板だと思いますね。で、こちらもうちょっとで、そこが見えてきましたが、階段はまだ折れ曲がっておりますな。はい、これが最後のストロークでしょうかね。この辺りの階段の作りを見ても、こちら側の斜面かなりこうデコボコと切り立っているのがよくわかりますね。ほぼ垂直にコンクリート擁壁が施工されています。かなり切り立った斜面に住宅が建てられていた、多分昔からの住宅地だと思うんですけれどもね、たくさん古い住宅がありました。下から見てもやっぱりかなり切り立ってますな。はい、で、谷の底までたどり着きましたので、先ほどの裏郷町の3丁目からおっぱま東まで戻ってきたかと思います。ただこの辺はおっぱま東の3丁目かな。でもう間もなく道なりに進むとおっぱま東の2丁目だと思いますけどもね、この先ぐらいからちょっと道が広がってきますかね。正面車が止まってるので、この先から車が通れるのかな。はい、ちょっと広い道に出てきました。ただ左手はかなりこちらも急斜面ですね。ほぼ垂直の壁が立っていますが、この壁に開いてる穴は何でしょうね。なんだろう、防空壕とかがあったのかな。壁を施工してもわざわざ穴を開けたままなのは何でしょうね。謎ですけれども、左手には古そうなフリーフレームの擁壁がありますが、こちらの左のお宅は玄関だけ、道沿いで、自宅は丘の上にあるというちょっと変わった作りでしたね。いかにも斜面の住宅地という感じですけど、正面には、丘の上のマンションに入るためのエレベーターが見えてますね。丘の下からエレベーターを登って上まで上がり、そこからマンションという、これもなかなか横須賀に来て初めてこういう作りを見ましたけどね。でその左手側には先ほどの鉄塔が見えております。で、この坂道を登った先が先ほどの深浦トンネルの出口になっていますので、明治時代に作られたという深浦トンネル、この辺りに住んでいた谷の反対側に住んでいた方が深浦湾とかあちら側の海の方に出るために作られたトンネルなんでしょうね。この辺りのもう昔から明治時代から人がお住まいだったんだと思います。で、周辺街灯がつく時間ですね。もう日は沈んでしまったかな。この通り小学校とかがある、おっぱま東の2丁目まで戻ってきましたので、今日はこの辺りで散策終了にしようかと思います。はい、ということで今回は、おっぱま東の1丁目から裏郷町3丁目、そしておっぱま東の2丁目にかけてを歩いてみました。こちらの道をぐーっと後ろに戻ると先ほどの土台の高い住宅地ですね。ここがスタート地点でしたが、ここから丘を解いて深浦湾ですとか裏郷町の方を歩いてみました。いかがだったでしょうか。この辺りもなかなか古い路地、また、新興住宅など多いので、なんか入り組んだ街並みだなという感じがします。また機会がありましたらこの辺散策してみようかなと思いますが、今回はここまでにします。ご視聴いただきありがとうございました。